この動画は中級者向けだ。ある程度コードに慣れた上でご覧いただきたい。はじめに、最近よくもらう質問で、書いたコードはどんな分け方をしておけばいいですかと聞かれる。決まった答えはないと答えたいところではあるが、1個ぐらい例を出しておこうと思う。それでは早速やっていこう。まずは結論だ。私はこの4つのフォルダにコードを分けていく。シンプルだが仕事でも通用するし、人に見せても恥ずかしくない。今回はこれの中身をフラッターを使って説明するが、それ以外でもそのまま使える。ご存知の方はすぐに分かったと思うが、これはオニオンアーキテクチャという有名なアプリの作り方に出てくる言葉たちをそのままフォルダにしただけだ。少し勉強したことがある人はこう思うだろう。どうして MVC や MVVM やクリーンアーキテクチャのように他の有名なアーキテクチャではなくオニオンなのかというところだ。誤解が生まれてしまうと困るので先にそちらから話しておく。まず MVC や MVVM だが、この他にも MVP や MVI などいろいろあるが、そもそもこれらはアプリ全体の話をしているわけではない。アプリ全体の中で画面に映っている部分、つまりビューと中身の部分、つまりモデルをどうやって繋いでいけばいいのか、コントローラーなのか、ビューモデルなのか、インテントなのか、はたまたプレゼンターなのか、みたいな話であって、ここで言うモデルとはその他全体のような意味で使われている。これらは今日やるオニオンアーキテクチャの中のほんの一部分を深掘りしていった話に過ぎない。よくフラッターと相性がいい悪いのような話が盛り上がっているのを見るが、私個人の見解としては、最近はもうこれがコントローラーで、これがビューモデルのようにわざわざ強調して考える必要性は正直薄いと思っている。というのも、フラッターやリアクトのような宣言型 UI フレームワークやリバーボードのように暗黙的に再描画をしてくれるパッケージさえあれば、コントローラーと呼ぼうが、ビューモデルと呼ぼうが、ノティファイヤーと呼ぼうが、名前はどうであれ書くコードはそんなに変わらないからだ。というわけで今回はアプリ全体に注目していきたいわけだが、そうなると今度はクリーンアーキテクチャという言葉を思いつく人もいると思う。実は今日使うオニオンとこのクリーンアーキテクチャはほとんど同じだ。出てくる言葉の細かさや説明の仕方が違うだけで、登場した時期もやりたいこともほぼ同じなので、どっちなんだということにこだわる必要はない。今回はみんなに伝えたい内容に合わせてオニオンの方を選んだ。さあ、理由を説明し終わったところで、いよいよ中身を詳しく見ていこう。まずは実際にこのフォルダたちを作ってみる。今回作業風景はバッサリカットしていくので、動画を見ながら真似をするのは難しいと思う。動画の説明欄から完成したアプリを見れるようにしておくので、気になる人は後で見てみてほしい。さあ、フォルダが4つできた。この中のそれぞれにどんなコードを書いていくのか、少し順番はバラバラになってしまうが、まずはわかりやすいプレゼンテーションから見ていくことにしよう。プレゼンテーションの中にはアプリの見た目を作るコードを書いていく。フラッターを使ったコードは全部この中に書いていくことになる。例えばこういうサブフォルダを作る。テーマ、ウィジェット、ダイアログ、ページ、ルーター。テーマの中にはアプリで使う色とかフォントとか大きさに関すること、見た目を作る時の設定値を書いていく。次にウィジェットの中にはテーマで決めた色やフォントを使いながら小さな部品をいっぱい作っていく。ボタンとかカードとか、その名前の通りウィジェットをたくさん入れていけばいい。次はダイアログ。ダイアログとは画面の上に出てくる小さい画面みたいなもんだ。こんなもん俺のアプリにゃいらねえっていう人は当然作らなくても OK だ。フラッターが用意してくれてるやつも結構あるしね。次にページには画面全体のコードを書いていく。先に作っておいた小さな部品たちを組み合わせて一つの画面を完成させるのだ。余談だが画面を表す言葉はページでもスクリーンでもどっちでもいい。もともとページはウェブ系でよく使われていた言葉で、スマホではスクリーンという呼び方が多かったが、最近はもうごちゃ混ぜになってきてしまった。公式のエンジニアたちですらバラバラの呼び方をしているので、みんなは自由に決めてしまおう。私は短いのでページという呼び方が好きだが、あまりこだわりすぎる男はモテない。最後にルーター。作ったいくつかのページを行ったり来たりできるようにするためのコードを書いていこう。Go ルーターのパッケージはもちろんのこと、アプリそのものを表すマテリアルアップのウィジェットも、ある意味全部の画面をまとめるためのルーターと考えることができるので、この中に入れてしまって OK だ。プレゼンテーションの中身はだいたいこんな感じ。最初に話していたように、コントローラーとかプレゼンターとかっていうコードを書きたい人は、この中にどんどん付け足していこう。まあ具体的なコードも気になるとは思うが、質問があればいつでもコメントに書いてくれ。
もう少し私のフラッター講座シリーズが進んだら、最初から一緒にコードを書いていくという動画も出そうと思っている。よし、これで見た目は完成した。まだ中身は作っていないので、ちゃんと動くわけではないが、今はこれで十分だ。次に行こう。プレゼンテーションができたので、次はサクッと緑のインフラストラクチャーを終わらせる。インフラストラクチャーはアプリとアプリの外にあるものをつなぐ部分のコードを書いていく。一番わかりやすいのはやはり通信とかだろうか。具体的にはこんな感じで Firebase やログのコードを入れておく。Firebase はみんなが想像する通り明らかにアプリの外につなぐのでここに書いておこう。その次のログも実はアプリの外につなぐコードになっている。よく見るこのデバッグプリントはログをアプリの外に出しているので実はここに入る。注意してほしいのはスマホの外というわけではなくてアプリの外というところだ。例えば地図の位置情報もここだし、アプリを切っても残るように保存しておくストレージのデータなんかもここに当てはまる。インフラストラクチャーの説明はこのところにしておこう。プレゼンテーションインフラストラクチャーが終わったので残りは2つ。次はドメインに行ってみよう。ドメインの中にはそのアプリの一番中心的なコードを書いていく。今までフラッターしか書いたことがない人は想像しにくいかもしれないが、たとえフラッターがこのようになくても、Firebase なんかなくったって、どんなプログラミング言語を使おうが、俺のこのコードだけはほとんど変わらないだろうな、というコードたちをここに書いていく。要するに、あなたが思いついたアイディアとか、例えばカードゲームを作るんだったら、そのゲームのルールとか、そういうことに関するコードをできるだけこの中に集めていく。タイプスとフィーチャーズ、まずはこの2つで十分だ。タイプスの中にはアプリの中に出てくる登場人物やもの、つまりクラスをどんどん書いていって、フィーチャーズの中にはその作ったものたちをどういう風に変化させていくのかや、足りないデータをチェックするコード、つまり関数をメインに書いていく。例えばもし Twitter みたいなアプリを作りたいのであれば、140文字以内かどうかみたいなチェックのコードはここでやってくれ。そんなわけでドメインの説明はこんなところだ。さあ、最後のアプリケーションだ。アプリケーションはその名の通り、アプリを動かすためのエンジンのような部分だ。ここまで説明してきた他のコードたちをつないで実際に動かしていく流れを書いていく。例えば、こんなサブフォルダたちを作ろう。Types、Config、State、Use Cases。まず Types の中には、フレーバーのようにアプリを動かすときに必要な型を作っていく。このアプリで使うフレーバーは、これとこれとこれですよ、みたいなことをここに書いていく。そしてその次のコンフィグのフォルダの中に具体的な設定値を書き込んでいく。さっき話していたアイディアというよりは、ここには設定に当たるものが入っていく。対応しているスマホの機種とか、iOS、Android のバージョンとか、ここをいじればアプリの設定を変えれるように作っておく。お次は皆さんご存知の通り、状態管理のコードを書くステートというフォルダだ。このフォルダの中になんちゃらプロバイダー、なんちゃらプロバイダー、なんちゃらノティファイヤーみたいなファイルを並べて書いていけば OK。ラストは Use Cases。ここまで書いてきた全部のコードを順番につなげていくかなり重要な部分だ。ちょっと急だがイメージを話していこう。はじめにいくつかのユースケースを用意しておく。ボタンが押された時の関数にこのユースケースをつないでおくことで選ばれたユースケースが動き出す。ユースケースは今まで作った他のコードに命令を出しながらどんどん次に進んでいって最終的に状態管理されたデータを変更することによって画面の方もそれに合わせて変わっていく。これこそがアプリ全体が動く流れだ。ベテランのエンジニアになればなるほど画面の見た目なんかよりも先にこっちのユースケースを意識してコードを考え始める人が多い。以上がアプリケーションの説明だ。コードが気になる人にとっては別の動画に引っ張ってしまうような形になって本当に申し訳ないんだがここもカットさせていただく。フォルダ分けの説明を短く詰め込みたいだけなので許してほしい。さあついにこれで全てのフォルダが完成した。中身までまとめておくとこんな感じだ。いわゆるスクショポイントかもしれない。何度も言うがこれはただの例でしかない。よくわからないまま無理やりこういう風に分けていってもただただめんどくさいだけなのでどんどん省略したり別の言葉に変えてみてほしい。ではここからこのフォルダ分けを使いこなす上で一番重要な注意点を話していく。それはズバリインポートのルールだ。それを理解するためにはまずはオニオンアーキテクチャというもの自体をもう少し知っておかなくちゃいけない。この動画はアーキテクチャの説明動画ではないのでイメージ図だけを使ってここはサクッと見ていこう。まずアプリを作っている人が画面を触ったとする。
すると画面を作っていたフラッターの部品たちがそれを受け取って赤いところまで伝える。すると赤い部分のコードが順番に動いていって、内側の黄色い部分とか外側の緑の部分にどんどん命令を出しながら進んでいく。ここがさっき話していたユースケースの話にあたる。最終的にリバーポッドで状態を変更すると、それに合わせて画面の見た目が切り替わっていく。アプリがちゃんと動いたので、おばあちゃんも思わずにっこり。という流れだ。ただし、今言ったのはただの全体の流れのイメージに過ぎない。実際のコードでは、外側に向かって矢印を向けてはいけないというルールがある。内側ならいいよ。この矢印のことが何なのかわかんないと思うが、もう少しだけ図の説明を続けていく。コードというものは矢印の反対方向に向かって壊れていく性質がある。例えば、この図の青いコードがバグったり動かなくなって壊れてしまうと、それに合わせて赤も壊れて、黄色も壊れて、全部のコードが一気に台無しになってしまう。逆に、例えば真ん中の赤色が壊れると、それに合わせて黄色も壊れるけれど、赤よりも奥にあった青色のコードは元気に動き続けるということだ。このことを難しい言い方で、コードの依存関係と呼ぶ。なので、もしも外側に向かうようなコードを書いてしまうと、万が一 Firebase が変更された、止まった、サービスが終了したなんていう時に矢印の反対方向に向かってどんどん壊れていくので、アプリ全体のコードが丸々使い物にならなくなってしまう。これではリスクが大きすぎる。そこで内側に向かったコードを書いておくと、たとえ Firebase が急に使えなくなったとしても、何か適当な代わりを見つけて記載すれば、アプリのコードはほとんど変えなくてもそのまま動かし続けることができる。テストをするときなんかも楽ちんという仕組みになっている。そして、この矢印の向きを簡単にわかる方法がある。実はそれこそがインポートなのである。では、やっと少しだけコードの話に入っていく。例えば、ドメインとアプリケーションのコードがあるとしよう。ドメインの中で、インポートなんとかアプリケーションという風に書くと、アプリケーションに向かって矢印を出したことになる。もしかすると、普段のみんなのインポートのイメージは、右のコードを左で使えるように持ってくるというような頭の中のイメージかもしれないが、それはそれで正しい。今話しているこの黒い矢印は依存の矢印という特別なものなので、普段とは混乱しないように区別して考えよう。逆に、アプリケーションの中でインポートドメインと書いたときは、アプリケーションからドメインに向かって矢印を向けたことになる。ぜひ自分が今まで書いたコードを見直してみてほしい。どこに向かって矢印を出しているのかがそこに書いてある。もしもオニオンアーキテクチャを使ってアプリを作りたいのであれば、一番中心の黄色のフォルダの中では、インポート赤色。これは外側に向かっているから禁止だ。インポート緑色。これも当然禁止。インポート青色。これも同じように禁止だ。次はアプリケーションだが、インポート黄色。これは内側に向かっているので OK。インポート緑は外側に向かっているからダメ。インポート青も外側に向かっているからダメだ。青色の部分のコードでは、インポート赤は内側に向かうので OK。インポート黄色、これも OK。インポート緑は、同じ色に向かっているようなもんだから、OK。最後の緑は青とほとんど同じなので省略だ。結構難しいことを話してしまったが、ガチガチにルールを守ってしまうと頭がパンクしてしまうので、これはただの目安として、まずは気軽に行こうや。ではまた一つ話題を変えて、フォルダ構成に関する補足の話をしていこう。もしも話が早すぎてついてこれない人は動画を巻き戻しながら一つずつ聞いていってほしい。実はアーキテクチャを選んだからといって、このフォルダを分けをしなさいというルールは全くない。アーキテクチャとフォルダ構成は似ているけども全く別のものなんだ。アーキテクチャに出てくる言葉たちのことをレイヤーという。それに対してよく比較されるのがアプリの機能。英語でフィーチャーという。メッセージを送る、ツイートする、商品を買う、動画を見る。あなたがフォルダの分け方に悩んでいるということは多少違いはあれど、ほとんどの場合、このレイヤー関連を優先するか、フィーチャー関連を優先して考えるかの2択しかないのだ。先にレイヤーを分けてからその中で細かくフィーチャーを分けていくか、先にフィーチャーを分けてからその中で細かくレイヤーを分けていくか。もちろん少しずつ組み合わせていくことで無限のパターンを作っていくことはできるが、めちゃくちゃざっくりと分けるとこの2種類になる。さあ、ここでまたイメージの話を少ししよう。レイヤーとは何かを作ろうとしている時の役割分担のことで、フィーチャーとは作りたいものを表している。
例えば、作りたいものを優先して分けて考える人は、上から順番にカレーを料理して運んで食べる。オムライスを料理して運んで食べる。ラーメンを料理して運んで食べる。という分け方で考えている。逆に、役割ごとに考えていく人は、料理をする人がカレーとオムライスとラーメンを作る。運ぶ人がカレーとオムライスとラーメンを運ぶ。食べる人がカレーとオムライスとラーメンを食べるという分け方で考えている。これはどっちも正解。だから、レイヤーで分けても、フィーチャーで分けても、どっちも正解。ただし、コードを書くときは当然メリット、デメリットが出てくる。例えば、この図で言うところのオムライスはいらないなという風になったときに、こっちの分け方をしていると、オムライスという大きなフォルダを一つ消すだけで簡単に済ませられるが、こっちの分け方をしていると、それぞれのフォルダの中からオムライスを順番に消していかなくちゃいけない。新しいメニューが増えたり減ったりするときなんかにいっぱいファイルをいじっていくことになる。じゃあこっちの分け方の方がいいかと言われればそうでもなくて。まあ役割が減ったり増えたりするということはメニューが増えたり減ったりするほどあんまり起きることではないけども、こっちはこっちで運ぶ人とか食べる人とか明らかに一人でも十分だろうという役割を何回も作っていくことになる。ただでさえ長くなりがちな役割分担のコードにどんどん定型コードが増えていって長いコードになってしまう。たとえ理屈的にはそれが正しくても人間にとって難しいものはできるだけ避けたい。てなわけで私個人的には多くの開発チームに合いそうなものはこっちかなと思いあの分け方に至った。これもあなたの好みに合わせて変更していっていただきたい。それではこの動画の最後の話題に進んでいこう。ここまで長い動画を見てくれてありがとう。最後はアレンジの方法を話していく。自分が作りたいアプリに合わせてどんどんアレンジしてみてほしい。最初に言ったようにいらないと思うところは決して引き算すればいいし、逆にもっと細かく作り込みたいっていう人もいるだろう。例えば僕のアプリはデザインにすごくこだわっていきたい、有名ブランドのように統一感のあるデザインにしたいと思った時はプレゼンテーションを作り込んでいく。プレゼンテーションの中にある Widgets というフォルダを紹介したが、これをもっと細かく分解してアトムズやテンプレーツのように分けてみよう。自分で作ったウィジェットが多くなってきた時は組み合わせの大きさや単位で分けていくことがいいと言われている。もっと詳しく知りたい人はアトミックデザインで検索してみてほしい。他にも俺たちのアプリは仕事で使う超重要なアプリだ、お金の計算をしたり商品を扱うための難しいルールがあるんだ、見た目よりも中身にこだわっていきたいっていう時はアプリの中心にあるドメインを作り込んでいくことになる。最初の説明では Types と書いていたところを Entities、Value Objects、Exception のように細かく分けて作っていくといい。ここでは意味を細かくは説明しないが、登場人物たちをその種類に合わせてきっちり分けていくことが大事だ。他にもよく聞く言葉かもしれないが、リポジトリという言葉なんかもここで登場してくる。今説明してしまうとこれも長くなるので、詳しく勉強したい人はドメイン駆動設計で検索してくれ。私もいつか具体的なコードと一緒に動画にしようと思っているが、予定が詰まってしまっているので、期待しない程度に期待しておいていただきたい。もう一丁。やっぱり私はアプリを動かす流れをもっと理解して、いいコードが書けるようになりたいという人は、アプリケーションのフォルダを作り込んでいこう。さっきは中身をこれぐらいしか紹介しなかったが、ここにインターフェーシズと DI というフォルダを追加したりしてアレンジしていこう。これは依存性の注入といって、さっき話した依存の矢印を無理やり反対方向に曲げることができるテクニックのことだ。マジで便利なので、一通りコードに慣れてきた人はぜひやってみてもらいたい。これは割と近いうちに動画にできたらいいなと思っている。いいなと思っているだけだ。これをやるとリバーポッドの凄さが今までの2倍ぐらいわかるようになると思う。さて、これで全ての説明はおしまい。いろいろ話したけど、やっぱりフォルダ構成は難しい。でも答えがないということは自由でもある。自分で紹介しておきながらこんなことを言うのもあれだけど、何を隠そうこの私もこのプレゼンテーションとかインフラストラクチャーとか長ったらしい名前を見ると脳みそが追いつかなくなってしまう。だから普段趣味で書くときはできるだけシンプルな言葉に言い換えて、こんな勝手なアーキテクチャを使ったりしている。つまり本当の俺のフォルダ構成はこれなのかもしれない。Ruby Onion とでも呼んでくれ。失礼。最後に少し無駄な話をしてしまったが、今回の結論に戻ろう。フォルダの分け方の例を一つ紹介するとこんな感じ。みんなのおすすめがあったらぜひ教えていただきたい。
今回何か一つでも収穫があった人は、ぜひ登録しておいてくれ。それじゃあ、良きフォルダ構成ライフを。またな。